こんにちは。こんにちは、盆栽大野です。先日、秋画展、11月の1日3の3日の日に無料講習会をやらせていただいたんですけど、その時に来れなくて見たかったってお客様が結構いらっしゃったので、再現してみたいと思います。再現してみる。はい。どんなことをやったんですか？これを作りました。これは紫式部の豆盆栽、こういうのはどうやってできるのかっていう話と、それからこれがつくもにれけやきというにれけやきでも一番葉っぱがちっちゃいやつの苗木からこれを、あと挿し木からポット苗を作りました。なるほど。でこの2つをやってみようかなと思います。春とかに挿したやつ、そうですね、挿し木にして豆盆栽にするまでみたいな話ですね。そうですそうです。つくもにれけやきと紫式部はとても付きがいいんです、挿し木で。なんでまずこういう状態、もう色変わってますけども、5月の終わりに花が咲いて、もう6月の終わりには緑色の実がきっちりなってます。なんで7月にはもう実が落ちないので、枝先をこう切って挿す、実がついたまま挿す。このサイズに刺してるんですか？そう、これでもいいし、もうちょっと大きくてもいいですけど、これでもつくし、刺しとけばつきますから、なるほど。だから今11月でしょ、7月だから8、9、10、11で4ヶ月いかないかな、3ヶ月半ぐらいでもう根が出てますから。なるほど。これもそうなんですけど、これが元になったつくもにれけやき、こういう状態で販売をされてますよく。これは芸がないんですけど、これをここで切って刺しちゃう。そんなとこで。でここで切って刺す。それでこの辺まで置いとくと裸じゃないですか。それがねこうなるんですね。これを切って刺したのが6月末、7月の頭です。でついた状態がこちら。なるほど。先端をいっぱい刺したんでいっぱい入ってますね。これ先端で、こっちが根元、そう、ここ上を切って肥料やっとくと、根元の方からうわーっと葉っぱが出るんですよ、枝が。あっという間にこういう状態になります。この木はそういう木っていうか、性質がねつきやすい上に葉が伸びやすい、枝が作りやすい木なんですよ。なんでそれをやったんですけれども、今回はそれを再現するということで、じゃあ紫式部、これも春刺したやつ。7月です。夏に刺した。紫式部は4月から9月まで刺せます。じゃあ3ヶ月ぐらいだ。10月でも暖かければつきます。ね、これをね引っこ抜くでしょ。ね、あります。見えるかな。ほら。結構安心なぐらいありますね。ね、こんだけあればね、OK ですよ。ほら、ね、綺麗に出てるでしょ。本当だ。これが紫式部の特徴です。で、ちょっともういらない葉っぱ取っちゃいますね。汚いだけだ。そう、まっすぐなんで、ちょっとは曲げないといけないんですが、曲がってるとこ刺すのが一番いいんですけど、なかった場合、ほら、まっすぐじゃないですか。で、ちょっと曲げますね。軽く。折れないようにそーっとです。結構ね硬いからね折れちゃうからね、かすか曲げで我慢してもらうしかないんでね。かすかに曲げるんですね。あまりにもまっすぐだからね。はい、こんな感じね。で根っこが変なとこから出てるのがありますので、こう植えるからいいか。でもちょっとこっちゃまだな。ちょっとだけ落としてこんな感じで、これを鉢に植えるわけです。豆鉢を揃えてみました。豆鉢を相当ちっちゃいですね。ちょっとちっちゃいね。これとこれの間がないんだよね。ちょうど。すごい。それいいですね。葉っぱだ。葉っぱちゃん。これはいいけど、カエルとカッパ。これなんだろう。足しましょう。サイズこれがいいんじゃない。でもう合うか合わないかは上がね紫色だからね。そうですね。はい、紫色なんでこれ可愛いよきっと。植える時にちょっと斜めに植えるんだけど、でも県外だからね。県外すぎるんだね。
これが第一候補になるかな、浅い方が似合うんですよ。こうそうですね。グッと曲がってないからね。これサイズ感いいんだけどね。サイズ感いいですね。あ、これも可愛いかな。これだとちょっと長いような気がするんだな。これはちっちゃすぎて入らないことはないです。頑張れば入ります。普通の感じだとこのサイズがベストなんですよ。本当はね、上と下の対比が、まあそうですね。そうですからね。7対3ぐらいにしないといけないんでね。だけど維持できるかなっていうのはあるね。これじゃ大きいですね。これ例物はちょっと色があれなんでちょっと大きいね、やっぱりね。これか行きたいけど来年花芽がここについてるんですよ、来年無理があるんじゃないかと思って、このくらいだと葉っぱが出ても大丈夫なんですね。今の状態は葉っぱがないからこれで似合うんですよ、サイズ的にはそれですね。そうなの。だけどこれに植えちゃうと来年の花芽が育たないからやっぱこっちだろうな。なるほど。これに植えてみたいんですけど木がかわいそすぎるんで、これがもみじだとこっちで全然花が咲かないからいいんですよ。これ花物なんでものすごい水吸います。紫式部は花が咲く時にものすごい乾くんで、出かける時は水につけてってくださいっていうぐらい乾きます。なのであんまりちっちゃいとね、鉢がねかわいそうだ。展示とかだったらさっきのね、一時的に植えてもいいですけど、これはある程度の分張りがあるから、結構これに比べたらだいぶ土がね、土が入るんですよ、これは大丈夫です。これも花芽がしっかりついてますね。網はね、もうね、この場合この細かい網の方でやります、これね。アルミ線は 0.8、 アルミ線は 0.8 が0.8 以下売ってないんで、この間もね 0.8 どこに売ってますか、グリーンクラブに売ってます。私の店でも売ってるかな。 0.8 売ってますか、ネットでも買えるそうですよ、普通のところはあんま置いてないから 0.8 はね、これは止水鉢でしたね。止水鉢、止水って書いてある。で、網止まったらもうこれはね、一番細かいのが下に入るんですよ、これでマーガンプ系が少し入ってますね。でこれ止められるか、止めるのねすごい難しいですから、まだ粘りがないから根に引っ掛けられない、ということでこれを先に入れて胴巻きっていうんですけど、根元に巻きつけといてから引っ張ります、見えないと思いますけど、見えないと思いますけど、こういう状態ね。でこれをそんなに長く入れないでしょ。これを刺します、穴ちっちゃいからどこでも大丈夫で、グッと入れて今度はピンセットでこの細かいね、大事な根を入れていきます。今回はもう根はねほとんど切らないで、出たばっかりの根なんで、ここでキュッと引っ張って曲げると、もう大丈夫、もう大丈夫です。あとは土を入れますね。土はやっぱり一番細かいこれ、これじゃないと入らないですから、これですね、細かいやつ。トン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 。粒を振るったもっと細かいやつですよね。そう、でもこれも粉は全部抜いてありますから、豆盆栽用に作ってるんですけど、ちゃんと2本線の中から出てきてるやつで、粉はいけません。粉はほらふるいに入ってる、ほらふるいに入ってるでしょ、常に粉が出るようにそこに入れてあるんですよ。水くぐらせて、こういう状態になるでしょ、そしたらば手でキュッと端っこだけでいいんですけど、一応ほら2本線なんでね、押しても潰れませんから、この細かいやつもこの時点で形を決めていくんですよ、本当、抜きね、どっちを前にするか決める。こんな形かな、やっぱり、こういう風にして植えておけば成長がすっごい遅くなります、であと
新しく出る葉っぱが極小になるんですよ。鉢の大きさで葉っぱの大きさが決まります。紫式部は小葉のやつも大きいのもあるんですけど、はい、大きい葉っぱでこのくらい、親がこのくらいでも小さい鉢に入れて2年も経つとこんなになっちゃう。なるんですよ。でこれはもともと小葉でしたからさらに小さくなるので、この木の大きさに沿って小さくなりますなるほどね。これが刺し目して3ヶ月半の、秋の展示会の疎遠に使って、ね、いただければ、ちゃんと根もありますしね。でこの間このポットのまんま随分売ってしまったのでね、この状態はほらうちでも植え替えたては売らない主義なので、自分でやってください状態でここに入れて売ってしまいましたからね。安いですよ、500円ですから。500円で釣れちゃう。ピッて釣れさせただけなんでね。鉢がちょっとね。そう問題はこの鉢は高い。止水鉢なんで。でも豆鉢に安いやつありますよね。ある。文山とかのちっちゃいやつとか、中国鉢の一番ちっちゃいやつもあるから、それでやってもいいし、ご自分で作ってもいいし。そうですね。このフェスではこれ販売されるんですか？2週間ないかな。10日後。7日だから今日2週間ぐらいか。その間に傷まなければ販売しても結構ですが、ただよっぽど慣れてる人じゃないと根の量がね、根の量があるから二重鉢にしてもらって、そーっと生かしといてもらう。春まで。家で仕事しないとちょっと管理できないですね、これはね。ちょっとね、このサイズうちは平気ですけどね。続いてですね、これが枝をね、ここ2本になってるでしょ。まずここで1個切って、ここで1個切って2本ですよ。でここが頭になって、ここで切って3本、挿し木するってことですね。3本取れるんですよね。でよっこいしょ、これが7月かな、刺したの日にちから7月3日に刺してます。3日でこれがどのくらい根っこが出てるかっていう問題なんですよね。格好のいいところがいい。これも3ヶ月ぐらいだ。そうですね、3ヶ月ぐらいですね。こんな感じ。掘り上げるとね、何本も刺さってますからね。洗います。こんな感じ。3ヶ月でここまで根が出てるんですね。さっきより多いでしょ。株立ちみたいになってるんですね。そうなんですよ。ただね、真ん中ちょっともう枯れてるかな。まず根っこをね、今度はもう根っこ切れます。バッツリと。あとはね、この時こんな切っちゃっていいんですね。大丈夫大丈夫。これは平気です。もう木の種類によりけりなんですよ。なるほど。だから一番簡単な木を選んで皆さんがね。ただこれ売ってるかな時々グリーンクラブでこれ売ってるんです。こういう状態で。そうですか。700円か800円ぐらい。この状態ね。そう、この状態でグリーンクラブに時々出てたんですけど、であとはね、これを長いのはね、もうどんどん切るんです。この木はね、1年に何回も切ります。そのくらい伸びがいいんですね。でこうやって切っとくと、今度こっちの殻の方のところからも吹くんですよ。先は止めとかないと吹かなくなっちゃうので、切りすぎちゃった。相関って感じですか。そうですね。でこういう、ここはもう幹があれだから、これを切る落とす、ね、上の方のね、これもしあれだったらね、これもっと切ってもここから出ますが、出てから切った方が安心できますよね。形になってないからね、今ね。もっと曲げることもできるし、これだったらちょっとあれかな、大きいかな、これこっち。大きいような気がします。すいません。ちょっと待ってください。これよりちっちゃいのが。最初に選んだのがこれかな。これ大きかったんだよね。これは石田書石さんの豆だちですね。これが大きかったのかな。なんか深いんだね、きっとね。このくらいでいいんじゃないか。あんま深いとね。このくらいだよ。これがぴったりかもしれない。これはほら花が咲かないし、水をそんなに吸うっていう種類でもないから、ちっちゃくても全然平気なんです。丸いのが好きな人はこんな感じかな。どっちが好きですか？浅いのが好きですかね。じゃあ
これかな。これですね。うん。で、さらにね、多分ね、これもうちょっと切り詰めて、丈低くすると思うの、自分で。はい。なんで、ちょっとちっちゃめのに入れといて、うん後でこれをバツッと。でも今切っちゃうと裸になっちゃうので、なるほど。今切らないですけど、これです。はい。今度もこれですね。パラッパラッと、ほんとちょっと。ほんのちょっと。で、マグアンプもほんのちょっと。こんな感じで。こんな感じで。これは U の字で止められると思う。ほう。さっきのは無理でしたけど、結構根があるんで、うんもうすでに粘りができつつありますよ、これ。うん。早いですね、やっぱり。はい。困りました。こっち前です。もうで、ね、今はほら植え替えたてなんで形も葉っぱもあれですけど、これで春になって新芽がバーッと吹くと、まあ全く別人ですよ、こんなの。すごい伸びるの早いんで、年間5、6回切るかな、これ。そのくらい伸びるんですよ。だから挿し木しといても全然問題ない。粘りが埋まってしまいました。おい、ここの枝ね、こことここが出たら、もう一回切って、もうちょっとこうサイズちっちゃくできます。こういう風な感じで、本当はね、これね、ここに入れるの1年。うちは挿し木したやつはここに植えないでこっちに入れて、はい。それで1年作り込んでから生鉢、土鉢で1年、これで1年、2年経つともっとかっこよくなって生鉢に入るんですよ。なるほど。で今はね臨時で植えちゃいましたけど、だからうちの苗木は土鉢で1年経った後またポットに入ってるので根の整理してありますから、割と使いやすいと思いますよ。ここへ直接刺してないからね、ほとんど紫式部だけですねやるのは、これを作ったりするためにね。だから見栄えが良くないからね、あんまりね、あんまりまあちょっと寂しいですね。寂しいでしょ。だけど残ったこっちがあるので、これはもう太いですからね。そう太ったんだよね、細かったんだよ上切って肥料やったらすごい太ったのでこれはもうバサバサと、今切っても別に枯れる素材じゃないから気にしませんけどね。まだ11月の頭ですからね。今日は7日だからまだ暖かいじゃないですか。暖かいですね。暖かいじゃないですか。だんだん季節がおかしいので、9月の植え替えが10月になり、10月の植え替えが11月になりという風になっちゃうんですよね。このくらい。ここまでいったらまず1回切ります。洗うのに邪魔だから。で洗います。元がすごいや。こんな感じ。こんな感じ。根っこがね、すごい太いのがあるの。ね。でも、これもね、一回処理されてますよね、多分ね。直根ないですもんね。ちょっと強い根があるので、これ取っちゃう。ここにも。で、これまんまだとどうしようもないんですよね。なんで、一本木で考えるなら、私的にはこれ取っちゃいますね。これ。元からちょっと生えすぎ。で、あとは、この短いの取って、あとはバーッと丸くしていくんです。これはね、もうどうしようもないんだよね。切る以外やりようがないって気だから。これでも、粘りもできそうだし、いいですね。格が上がりそうな気がする。作り込む。そう。すごいね、粘りできますよ、これ。大きいか。上の方短くして、下の方長めに切ってます。二レケ焼きなんでね、ケヤキみたいにこうなるわけじゃん。こんなほうき仕立てにするわけじゃないけど、このくらいにしとけば。やっぱ葉っぱちっちゃいからスケール感がね、出ますね。そう、すごくね、素敵な木になる。指と同じぐらいです。大きさはね。めっちゃ影になっちゃうけど。そうですね。もうちょっと。
根がね出やすい木はね、今頃の植え替えでも別に大丈大丈夫です。夫。まあでも11月終わりはちょっとね、終わり頃の葉っぱがないから、なんですよね。葉っぱがないからね、うんそうその頃は葉っぱがないので。でもね、こういうだから素材を知ってれば買えますから、こういうの買ってそうです。こういう風に作れますよと。ここに根っこがほら、これが出っ張ってて上にこれ切ります。よし。これはあれですね、浅い鉢に植えたくなっちゃうかはい、植えられます。な。ね植えられます。この根っこ、粘りにしてはちょっとしつこいけど、でもないよりはいいでしょう。これ選びます。四角、あ、皮ちょっと派手だろうね。白。こういう長いのの端に植えるって手もあるんですよ。さらに長いのがあるね。ほら。ああ、このまだらのやついいですよね。これじゃ派手だろう。ほら、綺麗な色でしょ。四角と。あとはデーモンの。これ面白いね。いいですよね。これをね、真ん中に植えないで、ちょっと端っこに植えるんだ。こんな感じ。なんか森感ありますね、その鉢にも。いいでしょ、この柄。この柄いいよね。これに植えたら素敵だよね。あ、いいかもしんない。短冊だから。短冊、ちょっと真ん中外してね。で、この辺になんか石置いてもいいしね。天杯置いてもいいしね。これもうちょっとこれ切りたいな。本当はね、ここまっすぐだから、わかります？ここまっすぐだから切っちゃいたんですね。でも今切っちゃうと全体のバランスが崩れるんだよね。切れないだろ？切りたいけど切らない。ここが長すぎるんだ。これでもちょっと、これだったら真ん中だね、やっぱり。寄せたらおかしいでしょ。まあでもそのぐらいだったらなんとかなる。ちょっと寄せるぐらいね。ちょっと寄せるぐらいのが流れはこっち傾いてますからね。これでもおかしくないね。全然おかしくない。どっちがいいかな。こういうのやったらかっちりなるんですか？これだともう完全に。それちょっと深いしね、これ。こういう感じです。これはやっぱ格が上がりますね、こういうのもね。太く見える。鉢が小さくなればなるほど木が太く見えるから、これはこれでいいのかな。いいかも。それか最初のやつがいいかな。どっちがいいかな。これの方が安全です。深いから。でもこれに植えてみたいよね。そうですね。絵的には。そうだよね。いやでもやっぱ面白いからこっちですね。これも良かったけどね、この色すごい素敵なんですよ。この間原さん家で買ってきた。これがなんと盆栽大野フェスで販売と。原さんが来るから原さんが自分で売るんじゃないですか。企画会もいらっしゃいます。はいはい。簡単に見えますが相当大変です。細かいですよ、この網止めちっちゃいやつは。浅いからほら下の土入れた時点で植わるかなと思います、1列ぐらいしか、すごい大変。これは生かすのが大変かもしれない。ちょっと裏表逆さまにしてあれしますけど、どっちが前のがいいの？柄がこっちがいいな。こうだね。穴がないから止めらんないんだ。真ん中にないんだよね、これ。難しいとこに生えてる。できるかな。こっちのね、引っ掛けがここからなんです。距離があるんですね。真ん中がないから。今度言っときます。真ん中に穴開けといてって。じゃないとここ止められないですよ。私はやりますが。もう一個ね、これを根っこをきれいに収めてください。こうやってね、鉢の中に。それから反対側からこっちから止めます。真ん中にあるとさぞかしやりやすいんでしょうか。で、土ですね。こっち側ね、粗いのちょっと入れといて、あとはやっぱ入らないですからね、土が。あとはこの極小の土で埋めていきます。
とんど入らないうん入らない。そうですね、ここまで根っこ切ってやったら浅いんで、植え替えたてはうん保護してください。そうですね外に置きっぱなしにして、今結構乾燥するんですよ。うん風強いから。はい秋はね。だからちょっとだけ保護してください。保護っていうのは具体的にはしまうんですね。普通のお宅にはビニールハウスはないわけですから、うん発泡スチロールの蓋付きのやつ用意して、はいはいで昼間開けといて、うんであれほら壁があるから風が直接当たんないので、日はよく当てて、それで夜閉めちゃう。そうすると保湿もできるし、風も当たんないし、日にもよく当たるという状態です。それは植え替えたてだからってこと。そう植え替えたてで今の時期やった場合ということで、これが10月にやれば別にそんなことする必要ないですよ、これ今だからあれですか、別に外でも冬は大丈夫なんですかね、寒くて。この木葉っぱ落ちちゃうから、そうケヤキニレケヤキだから寒いのは全然平気ですよ。寒いから枯れるってことないですよ。ケヤキの類なんでね。うちなんかは普通に育てててガッチガチに鉢の中凍ってても枯れません、マイナス2度ぐらいになるのかな、冬はうちのあたりは。でただ霜がね、豆盆栽は嫌い。枝先が細いので先っちょが枯れるんですよ。だから霜が当たらないところなら外でも全然平気です。本体が完成。完成しました。はい。でこれに苔貼って、ここに何を置くかはあなた次第。石でもいいし、草とかでもいいのかな、ちょっと、草植えてもいいけどね、ちょこっとね。はい、お願いします。苔が貼られました。はい、大木のような感がしますが、ここにちょっと天灰を置いてみます。民家。よいしょ。可愛いですよ。いいですか？でお庭にこれ生えてる。はい。これで飾りでいけそうですね。そうだね。飾りで一つできますね。はあ。豆盆栽の作り方ですね。ですかね。挿し木して3ヶ月でできると。そうですね。こっち3ヶ月ですけど、これは来年はもこもこになりますのでね。こもこにお楽しみ。これは。さあ、こんなものが、こんな鉢やこんな木が買える盆栽大野フェスがフェスです。今週開催と。準備が大変なんですよ。大変ですね。雨が降らないことを願います。はい。どういったものが販売されるんでしょうか。販売はまず豆盆栽ね。豆盆栽。大宮盆栽美術館に展示された豆盆栽、植、石、天灰で売れないのもあるんですね、何個かはね。でその辺をあれしますけれども、あとはうちで作ってる苗木、苗木はもういっぱいありますね。それから、鉢はちっちゃい鉢を中心にしますが、何が出るかはお楽しみ。お楽しみ。まだ決めてないんで。主力の鉢がいっぱい出るんでしょうね、きっとね。そういうのがいっぱい出ると思います。鉢でいうと、コブさんの鉢が今ね、ここに画像出てると思うんで。コブさんの鉢。こんなものや、このカニのやつとか、タコのやつとか。楽しみですね。いろいろありますので、いっぱい持ってきます。あと気楽のメンバーが全員参加しますので、気楽の鉢作家いっぱいいますので、原さんのとかね、困難とか、いいですよ。とか、あと食を作る職人さんもいるので、食が結構ちっちゃい食が出ると思います。食ジータ。あとボンスキージョさんがなんかいろいろ持ってきてくれると思います。あと硝石、鉢の硝石さんが車いっぱい持ってきますね。持ってきます。もう一通り豆盆栽のものなら揃うと。いうこと。で大河君の鉢作り教室も24日。4日。で24日の催しとしては抽選会がある。くじ引き大会。くじ引き大会。お家で商品を買っていただいた方に引換券渡すと、その場でくじを引いて、大当たりから外れまでありますけれども、ちょっと外れだと
今回あれですね、バッジ作りましたね。はい、盆栽大野の缶バッジ。缶バッジ、外れでもらえる。で、あと、僕のグッズとかもちょっと出したり、あとはいろいろ誰かがみんな出してくれると思います。そうですね。うちも鉢を結構出すと思います。はい。金券もあるかも。まだ決めてない。まだ決めてない。まだ7日ですのでね、撮影は。はい。というわけで、大野さんの中では多分一番大野さんのものを買えるイベントなのかなと。そうですね。思います。そうですね。端っこから端っこまでね、見られますからね。で、詳しくは次回の動画でそこの商品いろいろ紹介しますので、お楽しみにしてください。はい、じゃあ皆さん会える日をお楽しみに。はい、ありがとうございました。